済んだもんなのだ。四国メタンよ。みんならいのセラスの操作にはもう慣れたかな？今回はもう手慣れてきたよって人を対象に少し難しいグラスホッパーの組み方を演習できるような動画を作ったよ。そのための題材が今話題になっている大阪万博のリング屋根なのだ。もちろん実物そのままってわけじゃなくて、今回作るのは演習用に簡単にしたモデルだけどね。それでも少し複雑なグラスホッパーを組めるようになるためのいい教材になると思うのだ。ちなみに今回紹介する寸法の設定は東畑建築事務所で公開している PDF に載っている画像を参照しているよ。それでは早速行ってみよう。まずはこのグラスホッパーに必要なプラグインがあるから、それを最初にインストールしてほしいよ。今回はエレフロントっていう無料だけど強力なプラグインを使うのだ。このプラグインはフードフォーライのっていうページからダウンロードできるから、ダウンロードとインストールができてから動画の続きを見てね。準備ができたら早速組み方の解説を始めていくのだ。まずはこのグラスホッパーがどんな流れで組まれているのかをざっくり解説するよ。最初にこのリング屋根の中心点の位置を決めてあげて、そこからリングの内径にあたる寸法を指定しているのだ。そしたらその寸法を半径にした円のカーブを等分割して、さらにそのうちの1点を基準にして構造のモジュールをまず1つ組み上げていくのだ。あとはそのモジュールを残りの点の位置に円弧状にコピーしてあげることでリング屋根全体の構造部分を作っていくよ。そして最後にドーナツ状の屋根の部分を作ればこれで完成なのだ。実際にはいろんな処理があるから複雑だけど、この大きな流れを頭に入れてみてみてね。それじゃあここからは実際の組み方を順番に見ていくよ。まずはさっき言ったようにリング屋根の中心になる原点を指定するのだ。これにはポイントコンポーネントを使っていくけど、ポイントと入力するんじゃなくてダブルクリックしてから0は0と入力するとモデルの原点の位置にポイントを作ってくれるよ。お次はこの GH で使う角変数がどうなっているかを見ていくのだ。今回私たちが組んだ GH ではこのような変数の構成になっているよ。一つずつ上から見ていくと、まずはこの構造の基本モジュールを決めているよ。資料によるとこの柱針は3600で繰り返されているから、それをそのまま与えているよ。次は奥行き方向のモジュール数なのだ。これは円の半径の方向に対してモジュールの繰り返しが何個行われているかを決めているのだ。この数字が小さいほどリングの厚みは薄くなるし、多くなるほど厚くなっていくのだ。その次がリングの内径寸法だね。これがこの GH の最初の出発点になる変数だよ。これで円の内側の半径が決まるよ。4つ目は1ユニットの構造モジュールの幅を決める数なのだ。今画面に見えている構造モジュールは柱が3つ分なので、モジュール数は3なのだ。この数字を変えてあげると構造モジュールの幅を変えた別パターンの屋根を作ることができるのだ。その次が通路部分の幅のモジュール数だよ。現実のリング屋根では基本的に柱を1本飛ばした間隔で構造の櫓が並んでいるけど、この数字を大きくしてあげることで通路の幅を広げることができるよ。6つ目はだいぶ意味が分かりづらいと思うけど、横方向の通路のグリッド番号を指示するものなのだ。構造モジュールの内部をよく見てもらうと、いくつか柱が抜けている部分があって、そこがリングの円周方向を移動するための通路になっているのだ。この通路を奥行き方向の何番目に作るかを指示するための数字セットがこれなのだ。そして7つ目と8つ目が内部と外部それぞれの軒高さを指定する寸法になるよ。このリング屋根は内側が水平で外側が傾斜しているから、それぞれの高さを指示する必要があるのよ。残りの変数は構造のサイズや梁と梁の間をいくら開けるか、もしくは柱面から梁をいくら飛び出させるかを表してるのだ。長くなっちゃったけど、これらの変数のパラメータを変えてパラメトリックに調整できるようにこの GH は組んであるのよ。まずは基準になる円のカーブを作るのだ。最初のこの円は円の中心になる原点とその半径を指示してあげる必要があるから、早速先に作っていた原点と変数の値をこのサークルコンポーネントに入れていくよ。それができたら今度は外径を決める円のカーブも作るのだ。内径については変数の値をそのまま使ったけど、外径は奥行き方向に何個のモジュールが繰り返されるかによって値が変わってくるから、
今回はエクスプレッションコンポーネントを使って計算をしているのだ。奥行き方向の寸法はモジュールの長さとその繰り返し回数で決まるから、エクスプレッションの X と Y にそれぞれの値を入れるよ。さらに内径の値を Z に入れてあげると、原点から見た外径の寸法が作れるよ。これをまたサークルコンポーネントにつなげれば外径の円もすぐにできたのだ。お次もまたエクスプレッションコンポーネントを使って構造モジュールの幅寸法を作るわよ。この構造モジュールの繰り返す幅寸法はモジュール寸法に幅方向の繰り返し回数をかけたものに、さらに通路部分の幅を足したものになるから、 XYZ の値はそれぞれこんな感じになるよ。この値を使って最初の内径の円の長さを割り算するのだ。この割り算した値を近似した整数が実際の構造モジュールの数になるよ。この整数を使って内径の円をディバイドカーブで分割した点が構造モジュールの基準点になるのだ。そうしたらこの基準点全部に対して一気に構造を作っていくのは処理が重すぎるから、代表となる基準点1つとその他の基準点に分けて考えるようにするよ。代表となる1つを抜き取るためにはリストアイテムを使うけど、その他の点を抜き取るにはカルインデックスを使うのだ。それぞれの点が取れたらこれをエントワインコンポーネントでまとめてリストを2つのブランチに分けるよ。今回は0、0のブランチに代表の点が入っていて、0、1のブランチにその他の点を入れているわよ。この点を円のカーブにクローゼスとしてパラメータ t を使ってパークフレームで作業平面を作るのだ。そしてこの作業平面のままだとちょっと使いづらいから、今回はプレーン3ポイントを使って作業平面の向きを整えているのだ。ここで作った代表モジュールの起点に対して構造を作り込んでいって、代表の1個ができたら残りの基準平面にオリエントでコピーするやり方で今回は進めていくよ。実際のリング屋根は全ての構造モジュールが同じになっていることはないけど、今回はここを簡単にしてるのだ。それじゃあここからは代表の構造モジュールを作るための処理を進めていくよ。まずは奥行き方向に伸びる針の基準芯を作るよ。ここでは何をしてるかというと、まずライン SDL を使って原点から代表の起点に向かってベクトルを作って、それをアンプリキュードを使って奥行き方向の長さに調整しているのだ。この調整したベクトルで代表の起点を移動させると外形上まで移動させた点が得られるよ。この外形上の起点と元々の代表の起点を結ぶと奥行き方向の針の基準芯がゲットできるのだ。これがグリッドの基準になる初めのカーブだよ。お次はこのカーブを横方向にオフセットして隣り合う針芯を作るよ。今の幅方向のモジュール繰り返し回数が3だから、左右に1モジュールずつオフセットさせて合計で2本のカーブをここで作るのだ。あとここのシリーズコンポーネントや計算式で何をしているかというと、今設定している3モジュールの幅を5や7に変更した場合も使えるような工夫がしてあるのよ。3の場合は元になる奥行き針の左右に1本ずつオフセットすればよかったけど、5の場合には左右に2本ずつ、7の場合には左右に3本ずつ必要になるでしょう。ここはその数字を調整するための計算を行っているの。あとオフセットコンポーネントが2段に分かれてるけど、下の方では一番遠くにオフセットしたカーブだけをゲットするようにしてそれぞれ分けているのだ。この災害部だけっていうのは後で使うから分けてるのよ。さっき作った災害部の奥行き方向の針芯を早速使っていくわよ。ここの処理では出口を5つに分けてそれぞれ異なる役割の横方向の針芯カーブを作っているのだ。まず一番上のカーブは内側の軒高さで組まれてる針芯位置を作るためのものになっているのだ。他の高さについては幅方向の通路部分で針が抜けている箇所があるけど、軒のレベルではこれが1本も欠けてないからここで用意しておく必要があるのだ。その下のカーブは通路部分の針位置を示すためのものよ。このカーブは後で針や柱を間引くために必要になるの。そのさらに下のカーブは実際に幅方向に針がある部分を示すためのものなのだ。軒高さ以外のレベルにある針はこのカーブを元にして配置されるのだ。4番目のカーブは一番内側の横通路の位置を示すカーブよ。傾斜している屋根面がどの位置からスタートするかを示すためのものよ。5番目のカーブはそれと対になる災害周部の幅方向の針位置を示すものよ。この2つのカーブの間に傾斜した屋根面が作られることになるわ。今紹介したカーブは構造モジュールの幅いっぱいに伸びている必要があるから、だから奥行き方向の針芯のうち災害部の2本だけが必要だったのだ。
これが間のカーブも混ざってしまうと幅方向の針の長さをうまく作れなくなってしまうのだ。お次は軒高さより低い位置にある針を作るための処理を書いていくわよ。まずは奥行き方向の針をオフセット前と後のものすべて一つのリストにまとめるのだ。今回はまとめるためにインサートアイテムスのコンポーネントを使ってるわ。そしたらこのリストの内容をグラフとして幅方向のカーブとの交点を拾っていくのだ。ここでゲットした TA のパラメータが奥行き方向の針と幅方向の針の交点を示してるわ。ここで1回シフトパスを挟んでリストの構造を整えてシャッターコンポーネントで奥行き方向の針をバラバラに分けるわよ。シャッターで分けたらその結果をまたグラフとして今度は横方向の通路部分を示すカーブとぶつけていらない線分を間引いていくのだ。ここではヌルアイテムスとラージコンポーネントを使ってどの横方向のカーブにも触れていない奥行きカーブだけを残しているわよ。今回はこんな組み方をしてるけどこれ以外にも間引き方は考えられそうだから一事例として見ておいてね。これで軒高さより低い部分の針位置を示すカーブがゲットできたのだ。今度は奥行き方向のカーブ全部と内側の軒高さ用の横方向のカーブを使って設定した内側の軒高さのレベルに針芯を移動させるわ。ここでもまたインサートアイテムスを使ってリストをまとめてムーブコンポーネントで Z 方向に移動させるのだ。あとはこの後に使うための水平サーフェスを作りたいんだけどスイープ2コンポーネントを使って R1 と R2 に奥行き方向のカーブを入れて S に横方向のカーブをフラッテンした状態で入れてあげて面を作るよ。次に傾斜面部分の針芯位置を作っていくわよ。まずは先に紹介してた4番目と5番目のカーブを移動させてそれぞれの高さの位置まで上げてやるのだ。この2本のカーブをマージして1つのリストにしてロフトコンポーネントで面を張れば傾斜面の位置を示すサーフェスがゲットできるのだ。この面に対して鉛直方向にさっき作ったグリッドの線を押し当ててあげると傾斜面の部分に配置される針芯がゲットできるわよ。またこの傾斜面と内側の軒高さを示すサーフェスをぶつけてスプリットして原点に近い方の水平面だけを残して傾斜面と B レックジョインでつなげてあげるとこのリング屋根の基準になる断面が手に入るのだ。このくの字の面は何に使うかというと軒高さよりも低い位置に配置される針を間引くためのカッターとして役に立つの。どんな感じで使われるかはこの後見てもらえた方が分かりやすいと思うわ。次は軒高さより下にある針を配置するために奥行き方向と幅方向のカーブをそれぞれ違う高さに配置するのだ。実際のリング屋根のように奥行き方向と幅方向の針はそれぞれ違う高さに移動させていくよ。まずは奥行き方向の針についてね。こっちはモジュール寸法の間隔で積み上げていけばいいからシリーズコンポーネントのスタートとステップにモジュール寸法を入れてカウント2は軒高さから割り算した値を切り上げした数字を使うよ。切り上げすることで必ず軒高さよりも高い位置まで針のカーブが配置されるようになるのだ。余分なカーブは後で間引けばいいからね。そして幅方向のカーブは奥行き方向とはいくらか段違いになっているからこの高低差を別の計算式で指定するよ。今回は針高さとあらかじめ別で用意していた針と針の間の距離の指定値を足し合わせた値で調整するよ。この値をシリーズの結果から差し引いた数字のセットが幅方向の移動量になるのだ。これで奥行き方向と幅方向の針をそれぞれの高さに配置できたからあとは不要な部分を間引くだけだね。それに使うカッターとしてさっきのくの字のポリサーフを使うのだ。この面を上にエクストルードすると大きなボックスが作れるからこの中に完全に入ってしまうカーブと触れてしまう部分のカーブを削る処理をするのだ。まずはこのボックスに完全に含まれるカーブを間引くよ。一旦配置したカーブの中心点を出してポイントイン B レップコンポーネントで判定するよ。これとカルパタアンコンポーネントを使うとまずボックス内部に入っちゃってるカーブが取り除かれたね。この残ったカーブをさらにトリム with B レップコンポーネントでスプリットしてボックスの外側にはみ出すカーブだけをゲットすると不要な部分が取り除かれた針芯線が残るのだ。でもこれだけだと傾斜面に配置した横方向の針に干渉する位置のカーブがまだ残っちゃうのよね。だからさらにプロジェクトポイントコンポーネントを使ってカーブの中心点の移動前後の距離が針線よりも近いカーブをさらに取り除いているわ。ここまでで本当に残すべき針芯だけが取り出せたのだ。これで全部の針芯線がゲットできたのだ。あとはこの針芯線の両端部をエクステンドカーブで伸ばして肉付けしていくわよ。まずはエクステンドカーブの延長量を計算するのだ。
今回は柱の面から延長長さの指定値だけ飛び出るようにしたいから、柱径の半分の値に抜きの延長長さを足し合わせるのだ。これで新線の準備は完成したから、梁の断面線を作って梁の厚みを与えていくわ。パープフレームでカーブの両端部分の作業平面を作って、この平面の方向をでコンストラクトプレーンとコンストラクトプレーンで整えていくわ。今回は作業平面の X 軸を梁の幅方向にして、Y 軸を梁の高さ方向に合わせてあげたいから、2回処理を繰り返してこの方向に整えているわ。この作業平面上にレクタングルコンポーネントで梁幅と梁性に合わせた四角形を作って、ロフトとキャップで肉付けをするのだ。梁の準備はこれで完成だよ。次は柱の準備をしていくよ。柱の中心点をまずは手に入れるのだ。柱の中心点はノキ以下のレベルの梁芯位置の交点がそれに当たるから、このカーブの交点をゲットするためにマルチプルカーブスコンポーネントを使うよ。この柱の中心点から Z 方向に伸ばしたラインとくの字のポリサーフの交点を取り出して、マルチプルカーブスの点とこの交点をつなげてあげると、必要な柱高さの軸線ができるのだ。さらに梁の時と同じようにレクタングルを使って柱の肉付けをするんだけど、そのためにオリジンコンポーネントを使って代表モジュールの起点になっている作業平面を各中心点にコピーするよ。こうやってできた四角の断面線と軸線を使ってスイープワンコンポーネントで柱型を作るのだ。この柱と梁を束ねてあげたら、あとは一息だよ。あとはこのモジュールを円弧状にたくさん並べればほぼ完成なのだ。その前に一旦ここでストリームコンポーネントを挟んで処理を止めてるよ。この先のオリエントの処理にそのまま流しておくと、扱うデータ量がかなり多くなって PC が止まる恐れがあるから、作業環境を軽くしておくためにここでゲートを作ってるんだ。オリエントを動かすときは左側にある青いトグルをトゥルーにしておくのだ。トゥルーにするとデータが流れてオリエントまで一気に処理が進むんだけど、今回は BREP オブジェクトをそのままオリエントするんじゃなくて、ブロックに変換してからにしてるんだ。このディファインブロックコンポーネントがエレフロントプラグインに含まれているのだ。 BREP はそのままだと重いデータだから、ブロックにしてあげた方が全体のデータ量も抑えられるのだ。ディファインブロックの入力には、同じくエレフロントのディファインオブジェクトアトリビュートコンポーネントやディファインレイヤーコンポーネントを使って画面のようにそれぞれつないでいくよ。ブロックの名前は必ず入れておいた方がいいのだ。ブロックの準備ができたらオリエントの A に代表の起点になる作業平面を入れて、 B の方にコピー先になる作業平面を入れていくよ。これで構造部分は完成したのだ。このオブジェクトをライノセラスに焼き付けるために、エレフロントのベイクオブジェクツコンポーネントを使って画面のようにアトリビュートを設定するよ。構造はできたから、あとは屋根部分を作れば完成なのだ。ここまでやってきたなら屋根部分の作り方は簡単だよ。まずは原点に一番近い通路部分のカーブを使ってその中点をゲットするのだ。そしたらその中点と原点の距離を測って、その距離を半径にして円を描くのだ。この円が屋根の折れ線位置の基準になるのだ。この円と最初に作った内径の円を組み合わせて屋根の水平部分を作るよ。その次は傾斜部分の屋根のモデリングだね。最外径の円弧部分は外側の軒高さで移動させておけば OK なのだ。屋根の折れ線部分はさっき移動させた水平部分の屋根のカーブ2本のうち、外側にある長い方のカーブを取り出して、この2本のカーブをロフトさせて傾斜面を作るのだ。この2つの面を合体させて厚みを加えてあげれば屋根は完成ね。これを構造とは別のレイヤーに書き出すために、構造部分とは別でアトリビュートを組んで別のベイクオブジェクツコンポーネントで焼けるようにしておくのだ。お疲れ様。長かったけど、これでこの GH の組み立て方は以上だよ。ここからは軽くパラメータを変えてみた場合の変化について見ていくよ。まず奥行き方向のモジュール数を増やしてみるのだ。試しに9にしてみると、ご覧のように奥行き方向にリングが伸びて傾斜面の角度が緩やかになったね。これは外形側の軒高さが変化していない影響なのだ。お次は幅方向のモジュール数と通路幅のモジュール数を変えてみよう。全然違う形になったのだ。仮にこの通路のモジュール数を0にしてみようか。これでもなんとか形が崩れないで動いてるみたいなのだ。
値をグリグリ変化させるとどこかでバグって破綻するタイミングが出てくるけど、それがこの GH の組み方の仕様であり限界ってことだから、もしそれを解消したい場合にはこの動画を見たそれぞれで考察していろいろ試してみてね。このチャンネルでもヒントになるような動画はいくつか出しているのだ。それじゃあ今回はこんなところかな。ご視聴ありがとうございました。またシラクでは他にもこちらのような動画も扱っていますので、よろしければご視聴よろしくお願いします。今回の動画は以上なのだ。ありがとうございました。ぜひチャンネル登録もよろしくお願いしますのだ。